もご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125フロントホイールベアリング交換メーターギアメンテ編です。雨の日も風の日も毎日通勤快速として走り続けた熊瀬さん。距離もとっくに10万キロを超えているというのに一度も交換していません。果たしてどんなことになっているのか。入手簡単な建築資材でベアリング交換作業をします。またベルハンマーを追加したら本当に滑らかになるのか検証。メーターギアのメンテナンスもやりますよ。最後までゆっくりしていってね。実はホイールベアリングの異常についてタイヤ交換のたびに何度もタイヤ屋さんに指摘されていました。コーナリングやブレーキング時のブレやガタとか違和感を感じたら交換しようと思っていたところすでに5年も経ってしまいました。タイヤを持ち上げて空転させた時ハンドルグリップにかすかな振動やタイヤからゴロゴロ異音がしていたら初期症状です。速やかに交換しましょう。ブレ、ガタがあったら末期です。連続高速走行中に分解するです。通勤仕様だし高速を走れるわけでもないから心配ないと思っていました。幸い末期ではなさそうですが15年以上経っているので交換します。ブレーキキャリパーを外します。邪魔になるので針金で吊り下げておきます。ベアリングを交換する前にここでメーターギアをつけたまま回転抵抗の検証をしてみます。 USB 充電式電動ドライバーに台形ワイヤーブラシを装着。プラシーボ効果を排除するため同一条件下で検証していきます。電動ドライバーで回転させて離した後何秒で止まるのか。この後01、02、03で比較します。01、15年10万キロもの記録は 8.84 秒でした。それでは新品ベアリングに交換していきましょう。アクセルシャフトを引き抜きタイヤを取り外します。なぜか金属シールドのベアリングがついていました。しかもかなりの錆汁が出ています。引っかかりはないものの少しガタが出ているかな。反対側を見てみましょう。オイルシールにカラーがはまってます。そして純正部品のベアリングについてパーツリスト番号と実際の部品番号が違いますが問題はありません。中身は NTN 製です。しかも片面ゴムシールの LU。NTN 製をホームセン等で買う場合はこちらがおすすめ。末尾の
バイク用に適している内部隙間与圧記号、合計はグリスの種類を表す潤滑記号。フロントホイールベアリングは雨水が入りやすい場所なので、シールドは防塵防水性が高いゴムシール接触式片面 LU か両面 LLU がベスト。ちなみにこちらは両面接触式ゴムシール LLU、ぴったり密閉されているのでハンドスピナーのようには空転しません。オイルシールを取り外します。カラーとの隙間から異物の侵入を防いでいたリップがすり減ってボロボロ。これじゃあシールできていない。古いグリスや汚れを取り除きます。やっぱり左側もなぜか金属シールド。金属シールドの方が単価が高い上に非接触シールドだから防水性も低い。メーカーが選択するとは思えないけど、もしかすると前のオーナー？今回使用する工具ですが、これは一般的なベアリングプーラー。使いません。これはホームセンターで買ってきた全ネジボルト。両端はナットといろいろな大きさのワッシャーを組み合わせた試作のベアリング圧入工具です。そしてベアリングプーラーとして使うのは計 12mm グリップアンカーコンクリート用。入りにくい時は適当に削って上からピンを打ち込むタイプではなく、下からピンを打ち込み管が広がり太くなるこちらのタイプがおすすめです。滑りを良くするために浸透潤滑剤をスプレー。ホイール側を熱膨張させて抜けやすくします。反対側から全ネジボルトを入れてピンを軽く叩いて押し込み固定。そのまま全ネジボルトを叩いてベアリングを抜きます。抜けました。中間に入っているディスタンスカラーです。抜けたベアリングを見てみましょう。裏側はやはりだいぶ錆びています。続いてメーターギア側のベアリングに行きましょう。交換するベアリングなので、ただ内側のインナーレースを叩いて抜くだけです。さらに重傷です。細かく見てみましょう。錆びたグリスが飛び出しています。側面に台湾の刻印がありました。左側は錆びもガタも少ないようです。グリス切れを起こしているからよく回ります。続いてメーターギア側のベアリングですがガタガタです。サイドスタンドで駐車すると右側が空を向くので雨水が入りやすく錆びやすい。グリスも抜けているので軽くてよく回りますがガタガタです。ちょっと洗ってみましょう。錆び汁が尋常じゃない。もはや泥水やないか。気を取り直して新品ベアリングを入れていきます。大きい方のベアリングです。片面接触式ゴムシール LU です。インナーとアウターがゴムシールに密着しているので防水性が高いです。しかし回転抵抗は大きいです。一旦検証のためゴムシールを外して組み付けます。検証が終わったら戻して組み付けます。滑りを良くするため内側にグリスを塗ります。
ホイール側を熱して熱膨張。アウター 37mm とほぼ同じ径のソケットを選んでゆっくり打ち込んでいきます。少しだけ打ち込んだらまっすぐ入ったか確認。アウターレースより少し小さい外径 36mm のワッシャーを選んで、反対側はホイール穴より大きいソケットを入れてセンターで固定。ナットを回して奥まで圧入。先にメーターギア側から突き当たる奥まで圧入します。よし、OK。続いてディスタンスカラーに薄くグリスを塗ります。ベアリングとベアリングの間を保持する重要な部品です。この部品を忘れるとベアリングに横負荷がかかります。滑りを良くするためグリスを塗布。小さい方のベアリングをセット。アウター系 32mm よりも小さい30から 31mm のワッシャーかソケットをつけてセット。センターを合わせて仮締め。ディスタンスカラーに当たるまで確実に圧入。インナーレースとディスタンスカラーが一緒に回転するか確認。左右のベアリングインナーレースがしっかりディスタンスカラーを隙間なく挟んでいることが重要です。オイルシールを交換します。カラーとの隙間を塞ぐリップの内側にグリスを塗布します。防塵防水のためなので固めのグリスをたっぷり入れます。オイルシールを圧入します。カラーをつけて純正新品ベアリングに交換したところで一旦組み付けます。それでは新品ベアリングの回転抵抗の検証をしてみましょう。丸2純正新品、記録は 8.14 秒でした。新品の方が早く止まってしまうという結果ですが、これは新品グリスの粘りによるものだと思われます。もう一度バラして今度はベルハンマーを追加します。個人的に興味があったからです。このためにシールなしでやりました。ベルハンマーをベアリングのグリスに注入します。本当はグリスもベルハンマーグリスに入れ替えたかったのですが、新品がもったいないのと結果は特に変わらないのでやめました。ゴムシールを戻します。動きを確認します。裏返して左側もカラーを外して再利用するので傷つけないようにオイルシールを外します。同じようにベルハンマーを注入します。少しずつ拭いてグリスの中になじませます。ゴムシールを戻します。よし、OK。
防塵防水のためグリスを盛り付けます。できればゴムを傷めないシリコングリスがベストです。オイルシールを再度はめ込みます。リップ内側にシリコングリスをつけて、それではベルハンマー注入後完成したので検証してみましょう。巷ではすごく滑らかに回るようになったと聞きますが、マルサン新品プラスベルハンマー、記録は 5.88 秒でした。というわけでベルハンマーを追加したからといって大きな変化はありませんでした。むしろ新しいグリスによる粘りと接触式ゴムシールの抵抗が加わり、タイムは伸びませんでした。メーカーギアボックスのグリスもチェンジしておきましょう。古いグリスは洗い流します。この2枚のブレードがホイール側の爪に引っかかって回ります。中のギアで縦回転を横回転に変換してケーブルを回します。この場所はベアリングが使われていないのでスムーズに回るかはグリスにかかっています。サークリップを外してバラします。ベルハンマーグリスナンバー2を使用しました。マイナスドライバーの先につけてギアの隙間に塗り込みます。さらに雨水が侵入しやすい場所なのでたっぷりグリスで封をします。仕上げにベルハンマースプレーもしておきました。サークリップを戻して完了です。アクスルシャフトにもグリスを塗っておきます。ホイール側の2個の爪がギアボックスのブレードと重ならないようにセット。同時にフロントフォーク裏の爪をギアボックスの溝に入れます。カラーを差し込んでアクセルシャフトを通します。締め付け規定トルクは70ニュートンメーターです。1週間後、記録は 12.20 秒でした。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。